Please use English subtitles. 有求我字幕。どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。SBGJ237 をご存知ですか？この時計、特別なモデルで、セイコーの特別なショップでしか手に入らないモデルです。なので、ネットで購入しようとしても、どこにも売っていません。今回の時計は、私の時計ではありません。実は、私の友達の時計フリークの一人が、この時計を購入したので、それをお借りさせていただけることになりました。購入を考えている方への良いレビュー動画になればいいなと思っています。それではお楽しみください。今回の時計はこちら。グランドセイコースポーツコレクション SBGJ237。箱を開けたとき、一番に目が行くのは、この透明感のある綺麗なベゼル。どこから見てもピカピカと輝いています。その理由は、このベゼルの表面をサファイアガラスでコーティングしてあるからです。この青色の部分に反射した光は独特な青色の光に見えます。言葉で言うなら立体感のある光に見えます。そしてベゼルの内側を見てください。ミラーポリッシュのステンレスのリングがあるのがわかりますか？このミラーポリッシュのリングがあるためにさらに光り輝いているように見えます。とても高級感を感じるデザインです。そしてこのベゼルは両方向に回転するものになっています。このダイヤルを見てください。このダイヤルカラーがとても素敵です。黒っぽい、藍色っぽい、ミッドナイトブルーというイメージのカラー。GS のロゴが光の当たり方でメタリックに輝いています。シルバーの GS のロゴと相性が抜群のダイヤルカラーだと思います。この時計はハイビート36000。36000という意味は1時間に秒針が36000回ステップしているという意味です。これは1秒間に10回です。1秒に10回ステップしているのが見えますか？ちなみにハイビートは精度が高く、日差プラス5秒からマイナス3秒です。そしてこの秒針、よく見ると丸い形状をしています。どの角度から見ても見えるようにというグランドセイコーのこだわりの表れです。しかもこれ、機械ではなく人の手によってこの丸みをつけているのです。自信、分身はうっすらと面取りされています。インデックスも同様に面取りされています。それによりダイヤモンドのようにキラキラと光っています。これ、肉眼で見た方がとても綺麗です。この真っ白の針は GMT といって24時間でダイヤルを一周するというものです。なのでダイヤルの外側には GMT のためのメモリがプリントされています。この針で他の国の時刻を知ることができます。4時の位置には日付表示があります。このバックグラウンドカラーは白ではなくシルバーです。この時計の夜光塗料はこのように光ります。針3時、6時、9時の
インデックス、そしてベゼルの白色の部分がきれいに光っています。このベゼルの光、とてもきれいですね。すべて緑色に光っています。次にケースの仕上げを見てください。どの面もざらつけ間という下処理を行ってから仕上げられています。なのでヘアラインの仕上がりがとても丁寧です。このミラーポリッシュの部分もまるで鏡のように綺麗な仕上がりになっています。材質はステンレスですが、硬質コーティングはされていないので傷が心配ですね。真横から見ると割と厚みを感じますね。厚みは 14.4 ミリです。ケースを真横から見たら、ケース側面がケースバック側に行くに従って狭くなっています。そのため見た目がより一層スタイリッシュに見えます。ケースのよじの位置にはネジロック式のクラウンがあります。正直言うと、クラウンがケースに埋まりすぎていてワインディングはしにくいです。サイズは 6.8 ミリです。ケース裏面の肌に触れる部分は滑らかにラウンドしています。使う人への成功の配慮を感じます。そしてケースバックの中央には獅子が。ちなみに性別はオスです。バンドはこのような形状のメタルバンドです。バンドにミラーポリッシュの部分があるとピカッと光るのでクールですよね。バンド幅は狭く感じますね。バンド幅は狭いところで18ミリ、広いところで21ミリです。バックルにはこのように GS のロゴが入っています。サイズをここに記載しておきます。ちなみにムーブメントは QS86 オートマティックです。そして最大で55時間駆動します。腕回り 170mm の私がつけるとこのような印象です。内面無反射コーティングがついたサファイアガラスなので視認性が良いです。幅が 44.2mm なので大きく感じますが、このデザインのクオリティの高さがとても高いので、私はこの大きさでもいいかなと思います。重さが 188g でずしっと重く感じます。いかがでしたか？購入したくてもネットでは販売されていない。実店舗に行かなくてはならない。それもまたセイコーファンの心をくすぐるのではないでしょうか。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。